皆さん、こんにちは。陽介です。今日は視聴者の方からリクエストをいただいたテーマでお話しします。地鎮祭、聞いたことありますか？日本で新しく家を建てるときに、その土地の上で行うちょっと不思議な儀式なんです。神主さんを呼んで、お酒や塩、お米をまいて土地の神様に挨拶をする。そんな儀式です。実は私、以前、スーモカウンターという家づくりの相談を無料で受ける店で働いていました。もう10年以上前の話なんですが、お客様の家づくりの相談に乗っていたので、地鎮祭ってやった方がいいですかといった質問もたまにいただいていました。私自身は今、賃貸に住んでいます。家を建てた経験はないんです。でも、いつか自分も家を建ててみたいなという憧れはずっとあります。今日はそんな目線でお話ししますね。で、せっかくなので地鎮祭の話だけじゃなくて、家を建てるってどんな流れでやるのか、業者の選び方やお金の話まで家づくり全体について一緒に見ていこうと思います。家を建てるときに出てくる日本語の言葉もいくつか紹介しますね。地鎮祭の話に入る前に、ちょっとだけ神道についてお話しさせてください。神道って日本の昔からの信仰なんです。ちょっと面白いのは、神道には教祖がいないんですね。教えを始めた人、作った人がいない。仏教ならお釈迦様、キリスト教ならイエス様というような中心人物が神道にはいないんです。聖典、つまり聖なる本もないんですね。じゃあ何を信じているかというと、自然や土地に神様がいるという感覚なんです。山にも神様、川にも神様、大きな木にも神様、そして土地にも神様がいる。八百万の神と呼んだりします。たくさんの神様という意味です。例えば、多くの日本の家には神棚という小さな棚があります。壁の高いところに取り付ける小さな棚なんですね。そこに神社からもらったお札を置いて、家を守ってくれる神様に挨拶する場所という感じです。私の実家にも神棚があります。子供の頃から普通にそこにあって、親がお札をそこに置いていました。昔は何であるんだろうって思っていました。神社にお参りに行く、初詣に行く、七五三、結婚式。こういうのも神道と関係があります。だから神道って信じている、信じていないとは少し違って、空気みたいに生活に溶け込んでいる、そんな存在だと思います。地鎮祭はその神道の儀式の一つなんです。家を建てるときに土地の神様、氏神、その土地を守ってくれる神様に、これからここに家を建てます。工事の間、安全にできますようにとお願いする儀式です。新築の家を建てるとき、今でも多くの人がやっています。所要時間は30分から1時間くらい。家族数人と神主さんが参加する割とこじんまりとした儀式ですね。さて、家を建てるときってどんな流れで進むんでしょう？地鎮祭はその中のどこに入ってくるのか、まず全体像を見てみましょう。順番にざっくり言うと、まず土地を探します。次に業者、つまり家を建てる会社を決めます。ここはちょっと大事で、一社だけじゃなくて三社くらい並行して検討することをお勧めします。複数の会社から見積もりをもらって比べる。これを相見積もりと言います。
選ぶ会社によっては最終的な金額が500万円から1000万円くらい違うことも本当にあるんです。だから面倒でも複数社で比べた方がいいというのはスーモカウンターでもお客様によくお伝えしていたポイントですね。それから間取りを設計して契約をする。ここまでが準備の段階ですね。間取りってわかりますか？リビングがどこ、寝室がどこ、お風呂がどこという部屋の配置を決めることです。それから地鎮祭をやっていよいよ工事スタート。着工です。着工というのは工事が始まることですね。しばらくして家の骨組みが立ち上がる日が来ます。これを建前と呼びます。そして上棟式というお祝いをやる。その後工事が進んで最後に完成。竣工というのは工事が終わることですね。完成したら引き渡し、家を建てた方に渡して入居する。これが大まかな流れです。ちょっと用語が多いですよね。地鎮祭は契約してから工事が始まる前のタイミングでやります。土地に対してこれから工事させてもらいますと挨拶するんです。建前では柱を立てて梁、つまり横に渡す太い木材ですね。それを屋根の一番上の木に乗せます。そしてその日に行う儀式が上棟式です。地域によって建前と上棟式をほぼ同じ意味で使うこともあります。昔は家の骨組みが一番上まで立ち上がった日に屋根の上からお餅やお菓子をまくという風習がありました。今はだんだん減っていますが、地方ではまだ残っている地域もあります。私も子供の頃は近所の他の家でも建前があると子供たちで集まって餅巻きに行ったりしました。今でも地域によってはやっているみたいですね。ちなみに私の地元ではこの餅巻きのことを建前と呼んでいました。さっき建前は家の骨組みを組む作業のことと説明したんですが、私たちは今日は誰々さんの家の建前だ、餅巻きに行こうみたいな感じで餅巻きと同じ意味で使っていました。地域によって呼び方や使い方が違うのかもしれません。何が一番印象に残っているかというと、手ぬぐいを頭にかぶったおばちゃんたちがすごく強いんです。手ぬぐいというのは木綿の薄い布で頭にかぶったりタオル代わりに使ったりするものです。それを頭にキュッと巻いて両手で構えている地域のおばちゃんたち。屋根の上から職人さんやその家の人がお餅やお菓子をパーッと巻くんですけど、子供の私たちよりおばちゃんたちの方が圧倒的に早いんです。さっと手を伸ばしてパッと拾う。気がついたらおばちゃんの袋の中にどんどんお餅が消えていくんです。しかもお餅やお菓子だけじゃなかったんです。小銭もばらまかれていました。50円玉とか100円とか、屋根の上からいろんなものが空を飛んでくる。下では子供と地域のおばちゃんたちが地面を見ながら拾い続ける。今思うとなかなか不思議な光景ですよね。でも楽しかった記憶があります。建前と上棟式ってもともとは工事の節目のお祝いなんです。家の骨組みができた。ここまで無事に来ました。これからも安全に工事が進みますようにというお祝い。そして大工さんや職人さんへの感謝の意味も大きい。餅巻きもそのお祝いの一部だったんですね。地域ぐるみで家ができてきたを祝う
ちょっと懐かしい風景です。さて、ここからは地鎮祭そのものの中身をもう少し詳しく見ていきましょう。地鎮祭の当日、まず土地の上にテントを張って簡単な祭壇を作ります。祭壇にはお米、塩、おみき、これは神様にお供えするお酒のことですね。それと野菜や魚なんかも並べる。土地の恵み、自然の恵みを並べるというイメージです。神主さんが来て、祝詞を読み上げます。祝詞というのは、神様に向かって読むお祈りの言葉ですね。それから、家を建てる本人が、小さなスコップのようなもので、土を3回掘る動作をします。これから工事を始めます。という意味の動作ですね。その後、土地の四隅に塩とお米とお酒をまきます。土地を清めるという意味です。最後に緑の枝を神様にお供えします。みんなでおみきを一杯飲んで終わり。だいたい30分から1時間ですね。場所によってはお作法、つまりやり方に少し違いもあると思います。服装は男性ならジャケットを着る人が多いです。地鎮祭の後、お札を神主さんからもらうことが多いです。それを完成した家の神棚に置いて家を守ってもらう。そんな感じです。じゃあ、なんで地鎮祭ってやるんでしょうか？私が思うに大きく3つの意味があります。1つ目は土地の神様への挨拶。これまでこの土地を守ってくれてありがとうございます。これから家を建てさせてもらいますというお願い。神道の感覚で言えば土地にも神様がいるわけですから、そこで何かを始めるときにはまず一言というのは自然な発想ですよね。二つ目は工事の安全祈願。家を建てる工事って危ないんです。重機を動かしますし、職人さんが高いところで作業もします。事故が起こらないようにというお祈りですね。三つ目は家族にとっての節目を作る。家を建てるって人生の中でも大きな決断ですよね。何千万円というお金を払って、これから何十年もそこに住む。ここに住んでいくぞという気持ちの区切りを儀式の形で作る。そういう意味も大きいと思います。神道を強く信じているからやるというよりは、これからの暮らしの安全と健やかさを願う感覚に近いんじゃないでしょうか。挨拶、安全、節目。この3つで大体説明できると思います。じゃあ、いくらくらいかかるのか気になりますよね。神主さんへのお礼を初穂料と言います。これが2万円から5万円が目安です。地域や神社によって違うんですが、まあそのくらいかと思います。お供え物、お米や塩、お酒、野菜、魚で5000円から1万円。テントや祭壇の準備を業者にお願いすると、追加で3万円から5万円。全部合わせてだいたい5万円から10万円が一般的なラインです。最近は建築会社が地鎮祭パックみたいな形で一式まとめて手配することも増えているようですね。接種は当日参加するだけというケースも多いですね。家を建てる予算全体は数千万円ですから、5万円から10万円って割合で言えばそんなに大きな額じゃない。ただ、これも小さな額じゃないので、やるかやらないか迷いますよね。さて、家を建てるプロセスの話に戻りましょう。
業者選び、これが大事なんです。家を建てる業者は大きく3種類あります。一つ目はハウスメーカー。これは大手の会社で、テレビ CM でも見るような名前の会社です。規格化された家を建てるので品質が安定しています。価格は中くらいから高め。営業マンがついて、住宅展示場で説明を受けてというイメージですね。二つ目は工務店。地元の建築会社のことです。自由度が高くて、お客さんの要望に細かく対応してくれることが多い。職人さんとの距離も近いです。三つ目は設計事務所。建築家、つまり建築のプロのデザイナーですね。その人に設計を頼むタイプです。デザインに強い家、こだわりの強い家を建てたい人に向いています。それから住宅の種類もいくつかあります。注文住宅。これは自分で間取りや設備を決めて自分の好きなように建てる家。建て売り住宅はすでに完成している家を買うタイプ。分譲住宅は開発された土地に複数の家がまとめて建てられて、それを一軒ずつ売るタイプです。なので、建て売り住宅と分譲住宅はほぼ一緒ですね。スーモカウンターで働いていた頃、お客様の多くはまずハウスメーカーと工務店のどちらにするかで迷っていました。ハウスメーカーは安心感がある。工務店は地元密着でこだわれる。それぞれにメリットがあって簡単には決められないんですよね。ここでもう一つ大事な言葉を紹介させてください。坪単価という言葉です。家の値段ってどうやって比較すればいいのか難しいですよね。同じ広さの家でも会社によって値段が全然違う。そこで使われるのがこの坪単価です。まず、坪というのは日本独特の面積の単位で、一坪は約3.3平米。畳2枚分ぐらいの広さです。坪単価というのは、家の建築費用を家の延べ床面積、つまり全部の階の床面積を合計したもの、その坪数で割った金額です。例えば30坪の家を2400万円で建てたら、坪単価は80万円。これで別の家と比較できるんです。坪単価60万円の家と坪単価100万円の家。なんとなく違いがイメージできますよね。ただ、ここに落とし穴があるんです。坪単価には何が含まれて何が含まれていないか、会社ごとに違うんですね。例えば外構、家の周りの工事、門とか塀とか駐車場とか、そういうのが別料金になっていることがあります。エアコンも別料金、カーテンも別料金、照明も別料金。これ、スーモカウンターでもよく話していました。坪単価で比べたら安かったんだけど、後でいろいろ追加でというお客様の話。最初の見積もりだけで見て決めると、後からあれもこれもと追加されて結局高くなってしまうというケースですね。だから、坪単価で比較するときは何が含まれているかまでセットで確認することが大事です。お金の話をもう少しだけ続けます。家を買う、建てるときにほとんどの人が住宅ローンを組みます。銀行から借りるお金ですね。返済期間は35年が多いです。35年返済、長いですよね。頭金というのもあります。これは最初に自分のお金で払う額です。頭金なしで
全部ローンという人もいるし、物件価格の2割を頭金にするという人もいます。それから諸費用。これは家本体以外でかかるお金です。登記。つまり、この家は私の家ですと法律で登録する手続きにかかるお金。それから保険、ローンの手数料など。物件価格の5%から10%くらいが目安です。3000万円の家を買うなら、諸費用だけで150万円から300万円くらい。意外と忘れがちなお金なんです。さて、長々と家を建てるプロセスの話をしてきました。家を建てるってこうやって話してみると本当にいろんなことが絡んでくるんですよね。スーモカウンターでお客様の家づくりに関わっていた頃のことも久しぶりに思い出しました。私自身が接種になる日が来るのはまだ先かもしれませんが、今日話した言葉をいつか現場で使う日が来たらちょっと嬉しいなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Yosuke teaches Japanese every day, bringing words and phrases, come what may. From hiragana to kanji, you'll see. Learning's fun with Yosuke, come